皆さんこんにちは。エモトラベルの国とドリです。いつも動画見ていただきありがとうございます。本日はウズベキスタンの費用振り返りをやっていきたいと思います。イエーイ、やったー。ということで、ウズベキスタンで何日いましたっけ？15日です。はい、15日ということで、30日の半分、1ヶ月の半分をウズベキスタンで過ごしました。で、我々の何ですかね、費用を説明する前にテーマが一つありまして、それは自分たちが日本で住んでた時と大体同じぐらいの金額で世界中を回れたらいいなっていうふうに思ってました。で、それを参考に一旦その費用を出したところ、大体その1ヶ月、1人20万ですね。さすがにその東京ではそんな高い金額で住んでないと思うんですけれども、なんでしょう、旅行の場合その移動だったりがあるので、一旦1人20万。で、合計月40万で旅ができたらいいなというふうに思っていつもやっております。ということで、早速費用の方に行っていきたいと思います。ドゥドゥン。ドゥドゥン。じゃあその気になる費用はいくらかというと、なんと 15.9 万円です。おー、15日は 15.9 万円。ということで、1ヶ月の半分は20万円で、2人で20万円で過ごすことを目標にしてたので、15日 15.9 万円だとなんと4万円も余りました。わーい、やったぜっていうので、この費用の中には、生活費、宿泊費だったり食費だったり、ちょっと多分載せてると思うんですけど、と、旅行費が含まれてますね。で、そうですね、今回ウズベキスタン15日で良かった点、その費用で収まった点ってどういうポイントがあるかな。大体全部泊まった場所はホテルとゲストハウス両方泊まりましたと。で、主にブッキングドットコムで泊まってたんですけど、今回は完全個室でドミトリーは一切なしということで、家もあんまり妥協はしませんでした。で、利用した交通機関は主にバスとメトロですね。公共交通機関を使いつつも、移動は他には配車アプリ、ヤンデックス号も使用しましたね。はい。で、行った場所はタシュケント、サマルカンド、ブハラ、ヒバの4カ所行きました。で、最後に良かったポイントって何だろうっていうので、どうですかね。ウズベキスタン総じて金額が安いことで有名な国ではありますが、そうなの？そうですね。全般的に金額が安い。ただ一方で観光地には結構観光地価格というものがあるので、なかなか旅行者の人が苦労する点もあるんですが、それでも我々は宿泊費を特に抑えたり、食費とかね、確かに抑えることができたのかなと。食費はローカル店に結構行ったよね。はい。いわゆる観光地向けのレストランっていうのはあまり行かずに、現地の人の評価が高くて美味しい店っていうのによく通ってました。なので大体一食二人で800、900円ぐらいだよね。そう、大きいシャシリックを数本頼んで、お茶とパンで、あとサラダか。そう、それで一食二人で800から900ぐらいだったんで、かなり良かったですね、そういう意味だと。はい。今回はだから自炊もしなかったですしね。そうですね。全部ホテルで泊まって、それでもちゃんと全然ゆっくり楽しく旅行ができたんで良かったのかなと思ってます。そのぐらいかな。はい。で、これからも旅のいわゆる一つの国をまたいだらこんな感じで費用の報告をできればいいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。で、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次回まで。